ビデオゲームやったのはやっぱ本当に小さい頃、小学1年とか2年とか3年ぐらいで親に買ってもらって、で多分最初にやったのがポケモンだとは思いますね。そっからゲーム面白いなって言って遊んでました。僕はなんていうんですかね、もともと日本にはいなくて海外から来たんですよね。最初の頃はやっぱり友達いなかったので、なんかずっとゲームを遊んでましたね。将来のことについてなんか考えた時に、正直何しようかなってずっと迷ってたんですよね。やっぱその好きなもので生きていきないなと思って、でまずはゲームの専門学校に行ったんですよね。でそこからですね、最初の授業、やってみて、ゲーム作るのすげえ面白い、プログラム面白い、絵描くの面白いって言って、そのままハマっちゃってゲーム今作ってますね。ある時イベントである人のゲームを遊んでですね、モッピンさんっていう人なんですけど、それのダウングールのゲームを遊んでとても面白かったんですよね。で僕正直大人数で作ってると思ってたんですよ、ゲームを。今までゲームっていうのは学校でもそうやって教えられたので、これが一人で作られてるんだっていうのに感動して、なおかつ今まで遊んだゲームと同じぐらい面白かったんですよね。だったら会社行く意味なくねと思っちゃって、これ一人で作れるんだったら俺もそれがいいなみたいな感じで、そのままインディーゲーム目指すようになりましたね。そこで改めて知りました。本当当時また全然インディーのことを知ってる人あんまいなくて、で何それみたいな、そんなんで、食っていけるわけないだろうみたいな感じで、僕ももちろん専門学校なんでみんな会社を目指すために勉強してる中、僕は一人でずっと黙々とゲーム作ってて、でただもちろんその中にも会社に入るつもりなんですけど、インディーゲーム自体が好きで、そういう人たちとはすごく仲良く遊んでましたね。コンテストに関しては僕学生の頃はですね、2年生でまず一番最初に作ったのがエレキヘッドっていうロボットの電気流すゲームなんですけど、それがゲーム大賞で優秀賞をもらいまして、で次の年3年になった頃は最終選考に突破して、それは食い太陽っていう太陽を食うゲームなんですけど、4年になって最後ですね、チームで作ったゲームなんですけど、プロジェクションリメインズっていうスクリーンに映すとそれが実体化するようなゲームを作りまして、それが同じくですね、ゲーム大賞の優秀賞をもらうことができました。結構いろんなコンテストは取ったりしてますね。僕ともう一人ですね、インディーを目指す人が学校にいてですね、八野さんっていう人がいるんですけど、その人と一緒にゲームを作ることになったんですね。学校なのでコンテスト向けとしてゲームを作っていったんですね。八野さんのツイッターのアカウントからですね、それを進捗を流してたわけですよ。こういうゲーム作ってますみたいな。でそしたらパブリッシャーさんから声がかかって、スイッチ作ろうよみたいな。でちょうどスイッチもインディーズっていうんですかね、それをなんか押してる最中で、ちょうどいいなみたいになって、でちょうど僕らも対戦ゲームを作ってたんで、スイッチって4人っていうかもう1つ持ってるだけで大人数でできる。でそれもマッチして、いろいろ本当に偶然が重なってパブリッシュしてもらうことになって、なんですかね、なんか本当驚きました当時は。もちろんプレッシャーもすごかったですけど、なんとかやりきりましたね。正直次何作ろうかなってずっと思ってたんですよ。バトルーンチームの人たちはみんなほぼほぼ就職して、せっかく今までの作品、コンテストとか撮った作品をなんかちょっとじゃあすぐちょっと出してみようかなみたいな感じで、別に本気で売るというよりかはもう本当練習としてちょっとやってみようかなという気持ちでエリケットを作ることにしましたね。そしたらなんかズブズブ本気で作ってるようになってます。1年とちょうど半年ぐらいですね、なんか経ってますね。ただずっと作ってるというわけじゃなくてですね、なんか途中仕事をしたり、あとはなんですかね、なんかちょっと行き詰まっちゃって関係ないことをしたり、なんかいろいろして、そしたらいつの間にか時間が経ってましたね。
学生の頃エルケットは最初にコンテストから生まれたので、コンテストにはですね、テーマがあるんですね。でテーマが流れるで、まず実は最初からいきなり電気とロボットとか行かずにですね、僕は何ですかね、もうどうやったらコンテスト受けようかなと思った時に、もうぶっ飛んでればいいのかなと思って、でまず最初になんか頭をぶっ飛ばして、で血液を吹っ飛ばして、血液で多分流れるをこうね、テーマの消化をしようと思ったんです。で最初にそれを作ったんですね。でそれを先生とかに渡したらですね、結構グロいのってダメだよみたいに言われて、でもちろん僕インディーがすごい好きだったんで、なんかホットライン闇だとかそれに影響されてそれを作ったんですけど、ダメって言われてめちゃくちゃショック受けてですね、じゃあ次どうしようみたいな。でもぶっ飛んだものにはしたいなって思ってて、頭だけはちょっと飛ばしたいなみたいな感じですごい軽い考えなんですけど、でそしたら、頭飛ばすことができるってなんだろうってなった時に、ロボットだったら別にグロくないし大丈夫だなと思って、じゃあロボットにしてみようってなった時に、で次はテーマが流れるなので、流れるって言ったら電気だよな、ロボットだったら電気だよなと思って、これで多分いけるかもしれないと思って、僕今までずっと作ってきたのがプラットフォーマーで、それと、ロボットと電気、これを組み合わせて何か作れないかなと思って多分、それが生まれましたね。でそれだけだと確かにあんまり面白くなかったので、なんかちょっとキャッチーさをつけるために、なんですかね、もうあらかじめもう勝手に流れちゃう、漏電しちゃってるロボットっていうキャラクターを作っていったというか、でそれで頭を飛ばして電気を流していろんな勝手に装置が作動しちゃうみたいな、でそういう想像をいろいろ膨らませられるなと思って、そういうゲームを作りましたね。影響を受けたタイトルは、一番大きいのが 6Vs、骨組みは多分ほぼそれですね。で次に受けたのが、パズルなので、もういろんなパズルやったんですけど、ポータルだとか、あとフェズもちょっとパズルっぽいんですけど、あれにも影響を受けて、あとなんだろうな、絵柄に関してはロックマンだとかで、あとはなんですかね、もう世に出てなくてあんま有名じゃないやつ、例えばゲームボーイジャムっていうのがあるんですけど、あれを見てなんか絵柄を参考にしたり、あとはなんですか、海外のファミコンでしたっけ、ネスでしたっけね、あれにもかなり影響されてますし、もう多すぎてキリがないぐらい影響されてますね。はい。単純に好きなもの作りたいっていうのですね。もうこれ以外ないですね。もう好きなもの作りたいって感じですね。会社入ったらやっぱ作れないと思うんですよ。てか、なんですかね、求められるもの、お客さんが求めるものを作るじゃないですか。で僕がインディー好きなのは、なんですかね、その作家性というか、この人好きで作ったんだろうなみたいな、それが逆に僕はなんか遊んでて楽しいというか、こんなもんあるんだっていうところがインディーの強みだとか、そういうもんだと思うんですよ。もちろん全員に受け入れられるっていうと難しいと思うんですけど、なんで本当それですね。もう好きに作れるっていうのが大きいです。はい。もう作りたいものは結構あるんですよね。みんなから認められるようなゲームを作ってみたいですし、一番いいのはまずは食っていける、それだけでも食っていける状態になったらもう本当最高ですね。でもう本当の夢は、ゲーム作りながらなんか世界旅したいなみたいなイメージがありますね。はい。